オリンピックを見て、女子スポーツが非常に舐められてると思わない？スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。先日オリンピックについて動画を上げさせていただきました。開会式から最初の流れからいくと、どういうオリンピックになるのかと思って落ち着いてみようとしたら、さらに毎日のように新しいハプニングがあります。一番もうムカつくのは、女子スポーツを完全に全世界に明らかにバカにしていることを全世界にアピールしているように見えませんか？私だけじゃないと思いますよね。54歳になる私が80年代、90年代の女子平等、女性の平等のムーブメントがあったんじゃないですか。女性もイコールで。そういう動きがあったわずか前の時でこの今の世界になってきたことがショックなんですよ。私は学者ではないし、専門家でもないんですが、常識のあるものとして、ほとんど多分この動画見てる人の中で常識のある人が多いと思うんだけど、小学校レベルで XX と XY の染色体。XX は女性。XY は男性。これは生物学的な事実ですよね。XX と XY の染色体の違いで戦っていいと思う？これは普通だと思う？長年 IOC じゃなくて他のボクシング協会もちゃんとこの違いを認めてきたんですよ。当たり前だと思うんだけど、IOC、オリンピックとなって、パスポートで確認させてもらいましたって。パスポートで確認したの？パスポートで男性と女性のことでそれで確認したから、男性が女性の虐待、殴っていいの？全世界の舞台に男性が女性に対する虐待を認めてるっていうことが理解できないの？全世界見せてるんだよ。人がもう顔が完全に崩れるか、もしかしたら死ぬとか、そういうことがない限りは変だと思わない？見えないの？この先が。腹立つのは、ボクシングでもそうだし、水泳もそうだし、他のスポーツもそうなんだけれども、うちはね、男の子、息子一人しかいないから、女の子の気持ちは 100% 理解できないかもしれないんですが、スポーツで頑張ってきた、毎日朝一番起きて、トレーニングして、努力してきた女の子たち。若い時からそれ一生懸命頑張ってきた。どのスポーツでもいいんですよ、ボクシングでも。頑張ってきた人たちが、世界チャンピオンシップ、今の IOC レベルまで上がって、同じ女性と対戦するのは当たり前なのに、いきなり男性とやらなきゃいけないことになる。フェアだと思う？女性が男性とやらなきゃいけないっていうのは、例えばスイミング、チャンピオンシップ、決勝戦に8人しか入れないんですよね。ワンレースに。9人目で入れなかった子の気持ちが理解できる。男性が入って、一人分の女性のところがなくなって、これはフェアだと思う？女の子にとっては。一生懸命頑張ってきた女の子にとっては。そして、いつから男性と女性の違いは全くないことになったのか。男性と女性明らかには違うこと。フェアじゃないんだよ。何やってるの？逆に IOC レベルで全世界に、なんて言うんですかね、常識じゃないところ、誰見てもおかしいというところを明らかに見せてやれっていう気持ちをやってるのおかしくない？俺たちが目があって、常識があって見て、おかしいっていう判断になっちゃうんですよ。見たくないことにもなる。おかしいっていうことになる。この世の中に何になってるのかっていう気持ちにもなることで、本当にもうがっかりですよね。このオリンピックを見て。これは世界のグローバリストたちが言っているニューノームですか？自分たちの目で見て確かめてるのに、違うよっていうことが、信じなきゃいけないの？そういうことは違くないって。1946年、オーウェル作家が書いた
1984年、読んでみてくださいね。全部見えてたんだよね。自分たちの目で見てることが違うよと言われてくると、終わりだよね。事実は事実。XX と XY は、これは女性と男性の事実です。なんで認めないの？なんで、せっかくここまで頑張ってきた女の子の選手たちが、バカにされなきゃいけないの？やられなきゃいけないの？なんで私たちをそれ見て、これは普通だと思わなきゃいけないの？おかしいって。でもね、バレちゃってると思うんだよね。世界の普通の人たちをこれ見て、マスコミじゃないですよ。他のところでニュースを拾って、いろいろ見てきた中では、おかしいと思ってる人はほとんどだと思います。アメリカは今度大統領選挙がありますよね。それまた別の話はいろいろあるんですけど、女性は女性と対戦するはずな意見と、自分は女性だと思って、XX の女性とスポーツやっていいという、両方あるんですよね。許してはいけないって思ってる派がトランプ大統領です。ハリス、バイデン政権が女性スポーツに男性も入っていい。同じロッカールームに男性も入っていいと。女子ロッカールームに同じトイレを使っていいと。男子トイレには今度タンポンみたいなのがないといけないとか。ジムとかフィットネスではそういうことを普通のようになってきた世界です。なんで？おかしくない？女性の平等はどこに消えたのかって、あんなに一生懸命何十年、数十年頑張ってきた女性たちが、今どこにいるの？ウォメンズリブって言うんですか？を押してきた人たちが、今大きい声で言ってる人がいます？何人かがいると思うんだけど、足りないよね。女性の立場のために、我々、普通の人たちが立ち上がって、言わなきゃいけないっていう言葉自体が変なんだけど、その世の中になってしまったことの現実、見なきゃダメです。テレビでこういうのは報道されないと思います。だからおかしい。テレビは本当に見てはダメです。いろいろ他のところでね、こう見て自分で拾ってきたニュースを自分で解釈して判断してみてください。女子がバカにされてますよね。マジで。女性という言葉の定義、女性という定義自体を変えようとしているんだよね。X であった女子っていうのは認められなくなってきたっていう彼らの頭の中で。女性として自分は女性だと思ってたら、女性だと。パスポートに書いてあるなら、それでじゃあ女性として認めますと。一人一人はね、男性が女性になりたい、女性としてこれからやっていきたいということには、俺は何の批判はありません。それはその方の家庭です。全然どうのこうのとかって私は思っておりません。それはその人の判断です。が、もともと男性、XY の染色体であった男性がどんなに今女性ですって、で、自分の頭の中で思ってても、XX の染色体の女性と戦ってはダメです。ダメ。対戦してはダメ。女子は女子。男子は男子。そういうことを言いたいです。アメリカ国内でこういう話はあります。バレーボール。17歳の女性がバレーボールやって相手のチームに男性がいました。女性として自分を見てる男性がいて、スパイクして強烈な力でできた頭にぶつけられて、その子が倒れて、体が不自由になって、脳みそにはダメージを受けて、その子が歩けなくなった。バレーボールもできなくなったこともあります。MMA の中でも女性として戦っている人もいます。実際に女性とやると顔が完全に崩れたり、骨が折れたりとかすることもあります。男性と女性が違うことをなぜ言わなきゃいけないなのかっていうのはちょっと理解しにくいんだけど、違います。その違いを認めましょう。その作りの違いとかを認めて、元の理想に戻りましょう。この理想が本当にもう変に取られたので、取り戻さないと我々はやばいです。男性、女性、違うからこそ、お互いをリスペクトしてきたつもりなんですよね。それはどっ
かに消えてしまったことが非常にショックです。IOC はね、恥ずかしいよ。フランスもこういうのを許すこと。IOC はこれはわざとやることは許せないことです。忘れないでやっていきましょう。本当に許せないことです。わざと。全くわざとだと私は強く感じております。スティーブ的視点のスティーブと言います。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。そして皆さんのご意見も聞きたいです。ぜひ下の方にコメント欄にご意見をお残しください。近いうちに日本に行って全国の講演会、オフ会をやりたいなと考えているので、皆さんはいかがでしょうか。まだちょっと先なんですが、その場で、こういう話したり、車をまたね、見せてもらったり、スティーブン的視点のグッズ、stevespov.jp と Amazon Japan にある。もう今でもあるんだけれども、新しいものを持ってて、3回やったりすることを考えているので、いかがでしょうか。コメント欄にぜひお残しください。やっぱり YouTube の中でも話しにくいこともあります。言ってはいけない言葉もあるので、皆さんと直接お会いして、オフ会とかの時に、遠慮なく自由にみんなでお話しできることが楽しいことだと思います。そして TwitterX、いろいろ投稿しているので、遠慮なく、言ってるところもあるので、よろしかったら TwitterX、Instagram などもフォローをよろしくお願いいたします。なぜこういう動画を作らなきゃいけないのか、なんて本当に思いますよね。全部180度は逆になってきたことが、我々は正しく元に戻すことを力を合わせてやっていきましょう。日々、前進、前向きに、サムズアップ的に笑顔でやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。失礼します。